こんにちは、シェイクスピア悦子と申します。私からは Google が主催する YouTube の広告賞 YouTube ワークスについてご紹介させていただきます。2017年にイギリスで初めて開催されて以来、世界各国で実施されてきた YouTube ワークスが今年ついに日本で初開催となりました。初年度にもかかわらず、さまざまな業界の広告主の皆様、広告代理店の皆様のご協力により300以上の作品をご応募いただきました。その中からグランプリに輝いたナイキジャパン動かし続ける自分を未来を The Future Isn't Waiting をはじめ7つの部門賞を選出いたしました。受賞した作品は YouTube チャンネルを起点に広告、広報、SNS を融合させたコミュニケーションで来店以降の向上から販売シェア拡大へとつなげたトヨタ自動車さん、効率的なリーチ獲得で認知率を上げサイトへの来訪を10倍に増やした金鉄デリカフーズさんなど、キャンペーンの目的に応じて YouTube 広告を戦略的に活用し、マーケティング目標の達成に大きく寄与していました。受賞企業及び関係各社の皆様、おめでとうございます。そして今回スモールバジェットビッグリザルト部門賞を受賞された池田模範堂さん、キャンペーンを担当した電通さんに、テレビ CM を広告の基軸にしていた老舗ブランドがいかにして YouTube で新しいキャンペーンを成功させたのか、その取り組みについてお話を伺いました。弊社では2010年から皆様も一度はご覧になったことがあると思うんですが、夏は股間が痒くなるっておなじみのテーマソングに乗せて、ナイーブに思われがちなデリケートエリアのかゆみの悩みのイメージを変えようと、テレビ CM を継続してやってきました。しかし若い世代のテレビ離れも相まって20代30代へしっかりとブランドを伝えていくっていうことが課題になっていました。そこで山田さんから驚きの提案をいただきました。このオリエンをいただいた時に、まず20代から30代にかけての認知が必要だったということなので、真っ先に YouTube を使おうというふうに思いました。で YouTube を使う際にですね、単純に CM をそのまま持ってきてリーチさせるみたいなやり方も当然シンプルであるんですが、やっぱり YouTube 見てる人たちってそれじゃ刺さらないと、自分ごと化してくれたり話題化してくれたりというふうなことを狙いたかったので、オリジナルのコンテンツを作りました。最初に企画を見た時は、社長を含め、全員が驚きました。と同時に、みんな笑っちゃったんですよね。私たち製薬会社なので、比較的お堅い風土はあったんですけど、やったことない表現ですし、正直、面白くなりそうっていうワクワク感の方が上回ったので、これでいいかなっていう感じでした。で、いい意味で、ウェブ限定の、YouTube での取り組みだったので、トライアル的な感覚で、企画を前進させようということで、うまく運んでいけたかなと思っています。テレビ CM の世界観を YouTube ならではのコミュニケーションに変換し、股間戦士 M ズンという全く異質なアニメ動画広告を実施しました。やっぱテレビと違ってですね、 YouTube って面白いと思ってもらえれば、その続きを見てくれたり関連動画を見てくれたり、どんどん視聴の広がりを見せるというのが特徴ですので、そこをうまく利用しようというふうに思いました。ですので、限られた時間の中でですね、ブランド名を覚えてもらう CM とは違う、何これ面白い、もっと見たい、続き見たい、人に言いたいみたいな感じを起こさせる、そういう動画作り、それをまず目指しました。動画をシリーズ化することで話題を継続化させました。さらにその中で VTuber や声優の方々とコラボレーションすることで、彼らのファンにも応援していただけて話題が拡散してきました。この YouTube の広告企画は、最初は面白くなりそうっていう期待感と同時に、大丈夫かな、反応あるかなっていうちょっと懐疑的な気持ちの方が強かったんですが、いざキャンペーンがスタートしてみると、SNS 上で拡散されて話題になっていくのを見て、それが手応えに変わっていきました。さらに YouTube の生放送時に Amazon でデリケームズが一時的に一晩なんですが売り切れになるっていうかつてない反響を呼びました。最終的にはキャンペーン実施期間中の売上前年比は 103.7% という結果にもつながりました。リーチするだけじゃなくて、それをきちんと売りにつなげられる YouTube ユーザーの購買力の高さっていうのは本当に驚きました。
新しいチャレンジという意味でも、今回のこの事例もそうなんですが、やっぱりまず YouTube を使いたいなというふうに思いました。というのはですね、クリエイターとして面白いのを純粋に作るというその力がですね、クライアントのものやサービスの売り上げとかイメージに直に貢献する、いわゆる正比例な状態というのがすごく健全だなというふうに思うからです。今後も YouTube を使って新しいチャレンジをどんどんしていきたいなというふうに思ってます。見た人がついつい人に教えたくなるようなコンテンツは拡散を生むのはもちろんなんですが、その過程でブランドのことをより好きになって身近に感じてもらえたりということが起こるんじゃないかなというふうに思っています。これからもコンテンツを軸にしたエコシステムを作って YouTube を起点に様々な企画にトライしていきたいなというふうに思っています。 YouTube のいいところってテレビ CM 予算に比べれば、スモールスタートできることだと思うんですよね。テレビ CM はこれまでやってきた歴史や経緯もあって、なかなかメッセージやクリエイティブを大きく変えるって難しいことだと思うんですよね。でそういう時にまずはその戦略や企画をウェブで大丈夫なのかやってみる。でそれで反応が得られれば思いっきり力をかけていくというようにステップを踏むことができるので、今後も弊社で新しいコミュニケーションを取り入れる時の一番最初のトライアルの媒体に YouTube を活用していきたいと思っています。さて続いては第2回目の開催となる YouTube ワークス2022の内容を発表させていただきます。今回はこちらの7部門で開催いたします。応募は本日10月6日から開始し、締め切りは2022年1月31日を予定しています。 YouTube ワークスオフィシャルウェブサイトにてエントリー情報を公開しておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。第1回に続き、今回もクリエイターや広告主の皆様に YouTube だからこそという視点で審査をしていただきます。そして第2回 YouTube ワークス審査委員長に就任いただいたお二人にメッセージをいただきました。こんにちは、島光一郎です。生活者とブランドが直接つながることが簡単にできるようになった今、生活者を巻き込んでブランドを育てていくようなコミュニケーションが増えているように思います。新しいメディアには新しい表現方法が生まれてきます。審査を通じ未来のコミュニケーション、表現のヒントを見つけて言語化していきたいと思っています。 YouTube を通じてブランドの目指すマーケティング目標を達成するために本当に重要なものは何なのか、生活者とのつながり方、コンテクストの作り方も含め様々なキャンペーンに出会えることを楽しみにしています。こんにちは、フィッシャーズのリーダーシルクロードです。この度日本では2回目の開催となる YouTube の広告賞 YouTube ワークスの2022年度審査委員長に就任することになりました。ありがとうございます。フィッシャーズはこれまでにたくさんの企業の方々とコラボしてきたのですが、前回の YouTube ワークスではツインリンク茂木さんとのコラボ動画広告で YouTube クリエイターパートナーコラボレーション部門賞をいただき、大変嬉しく思っております。今回は審査委員長としてクリエイターの視点から皆様の動画広告を審査させていただきたいと思っております。皆様からのたくさんのご応募お待ちしております。撮ってください。島さん、シルクロードさん、ありがとうございました。 YouTube ワークスは広告クリエイティブの素晴らしさと広告投資による効果の高さの両側面から評価をしていくことを試みる広告賞でもあります。それが広告の新たな発展に貢献できると考えております。皆様からのたくさんのご応募お待ちしております。